お疲れ様です。いつもご覧いただいている方も、はじめましての方も、こんにちは。音楽作家のまりえです。普段は東京の片隅で静かに暮らしながら、YouTube には猫たちとの生活の中で感じたことをのんびりと投稿しています。窓から見える空は日々表情を変えて、朝は柔らかくて夜は少し冷たくて、そんな移ろいをただ眺めている時間が気づけば私にとって一番大切な創作の時間になっています。にゃんこたちが窓辺で毛づくろいをしている音とか、お湯を沸かすケトルのかすかなリズムとかね、ペン先がノートに擦れる音とか、日々の中に散りばめられた小さな音を拾っていくことが私の音楽作りの始まりなんです。自分の音楽がどんな暮らしの中から生まれているのか、仕事する上で遊びも勉強も実は全てが一つの線でつながっているということ、そんなお話を少しずつですがお届けしています。これまで自分の仕事についてあんまり触れてこなかったんですよね。なので今日はこのタイミングで少し音楽の仕事の話をしてみたいと思います。私は音楽大学を卒業してから作曲家、音楽作家として働いています。25歳くらいの時からずっとフリーランスです。主に CM 音楽とか教育番組の音楽とかゲーム音楽なんかも手掛けています。短い15秒の世界の中で物語を完結させることもあれば、ゲームのように何時間もかけて音で風景を描くようなこともあります。同じ音楽でもそのアプローチはまるで違います。どちらも無音の中に色を足していく作業っていうんですかね。そういう点ではまるで絵描きのような仕事かもしれません。最近では教育番組のシナプシュの音楽も担当してるんですが、子どもたちの世界に寄り添う音っていうのはただ明るいだけではなくて、どこか優しい影も持っていたいなという思いで書いてたりします。転んでも泣いてもまた立ち上がれるような音楽ですかね。そういう音を目指して一つ一つの音を選んでいます。そしてもう一つ最近した仕事なんですけど、小柳ゆきさんのオーケストラアルバムにも編曲家として参加させていただいてます。ちょっとこれ宣伝みたいになっちゃってるんですけど、本当に音が呼吸しているようなアルバムです。生のオーケストラの響きと小柳さんの歌声が重なった瞬間ね、音が広がっていくあの瞬間は、作曲家、編曲家としてではなく、一人の聴き手として鳥肌が立つほど感動しました。必聴です。そして CM とかシナプシュでは、私自身も歌を担当しています。もしかしたら知らず知らずのうちに皆さんの耳に届いているかもしれません。昼間なんとなくテレビをつけた時とか、夕方のニュース番組の合間とか、日常の隙間に私の声が小さく紛れ込んでいるかもしれません。私は日本生まれ日本育ちです。そしてこの綺麗な美しい国が心から大好きです。春には土の中からたくさんの命が芽吹きます。まだ冷たい土の風の中にもどこか甘い香りが混じっていて、長い眠りから目を覚ました者たちが小さく伸びをしているように感じます。桜が咲く頃には街全体がふんわりとピンク色のフィルターに包まれて、世界が少し優しく見える。その瞬間、心の奥でも小さな音が鳴り始めます。夏はセミの声とともに命の音があふれます。朝から夜まで
街も森も川もまるで一つの大きなオーケストラのようです。風が木の間を駆け抜けて子供たちの笑い声と一緒に音が鳴ってます。夕立が過ぎた後のあのアスファルトの匂いとか、遠くで鳴る花火の低い音とか、どれも夏だけの音楽です。秋は空がぐっと高くなって風の色が深まって、木が色づいて落ち葉が風に乗って舞う姿は桜が舞うのとはまた違う郷愁のような気持ちになります。夕暮れの茜の中には金木犀の香りが少し混じっていて、なんかこう香りが鼻をかすめるたびどこか懐かしいんですよね。そして冬は音が遠くへ消えていく季節です。雪が降る夜は世界全体が毛布をかぶったように静かになって、人の声も車の音も全てが柔らかく吸い込まれていきます。ストーブの音とかカップから立ち上る湯気とか猫の寝息とか、一年を振り返りながら静かにまた春を待つ、そんな時間です。この季節の移ろいを私は音楽にしたため残しています。日本にしかない音、色、香りとか味とか、それは確かにここにあって、海の向こうでは決して再現できないものです。空気が違うから響き方も違いますよね。ピアノの音も国が変われば楽器が違うとかそういう話ではなくて、例えば日本のピアノは湿度をまとっていて、どこかなんていうか水の響きを持っているというんですかね。一方で乾いた土地のピアノは空気の粒が軽くて音が遠くまで伸びていきます。同じ曲を弾いてもまるで違ったりします。ちょっとマニアックな話かもしれませんが、空気の質とか湿度、風の流れとか匂いまでも音楽に影響を与えていると思います。同じ音でも耳に届くまでの距離も違いますよね。色も香りも味も全てがそう。私たちが生まれるずっと前から受け継がれてきた感覚の記憶みたいなものがこの国の音を作ってるんだと思います。同じように海の向こうの文化とか歴史もすごく惹かれています。祈りだったりお祝い別れだったり、何かを伝え続けていくためにそれぞれの場面で音楽は生まれ、人の手で受け継がれ、形を変えながら残ってきましたよね。それは日本も海外もきっと同じだと思うんです。私が初めてヨーロッパに行った時、石畳の道を歩いただけで胸が熱くなりました。建物の隙間から吹く風の音とか、教会の鐘の音とか、街角でね弾かれているアコーディオンの音とか、日本で聞く音とは全然違うんですよね。空気の冷たさ、パンの焼ける香ばしさ、人の笑い声、犬の足音、すべてが音として耳に残るような感覚です。それが海外の旅で一番感動したことでした。学生の頃から私は外国の音楽にもたくさん触れてきました。どの国にどんな音楽があって、どんな楽器が使われてきたのか、そして戦争や宗教によってそれがどのように変化していったか。出会った中で私は民族音楽っていう分野に心を奪われていきました。楽譜のない世界の音楽はその土地の風とか匂いを一緒にこう存在していて、聴いてるだけでまるでその土地の土を踏みしめているような感覚になります。今でも好きで得意なジャンルはと聞かれたら迷わず民族音楽と答えています。もしかしたらね、日本のアニメとかゲームの音楽文化に触れてきた影響も多いのかもしれません。本当にいろんなジャンルの音楽を使ってるので、幼い頃から世界中の音が混じり合ったような作品を見て育ちました。
だから私の中には自然と多国籍なリズムが流れている気がします。今でもインプットのためにアニメとかゲームとか映画は欠かさずチェックしています。新しい作品から受ける刺激がまた次の音を生み出す原動力にもなっています。ただやっぱり私の血は日本の血なんですよね。この国は四季とともに季節とともに生きてきた国です。土を耕し、季節を待って自然の声を聞きながら日々の営みを積み重ねてきました。その中に農耕民族としてのリズムが脈々と息づいてます。例えば田植えの歌とか茶摘みの歌とか、仕事をする人たちが呼吸を合わせるために生まれたリズムもありますよね。あのリズムの中には働くと祈ると生きるが同時に存在している気がします。農耕民族の血が流れる私もジャズとかも好きなんですよ。でもどうしたって黒人音楽のグルーヴはね、再現できないんですよ。生きてきた歴史がやっぱり文化もそうですけど違うから同じようにはできないですよね。その違いにとっても悩む時期がありました。けれど今はもう悩まない。文化も歴史も育った空気も違うんだから同じようにできるはずがないんですよね。真似をするということよりも違うということを受け入れる方がずっと豊かだと気づきました。だからこそ今の私は自分にしかできない音楽を探しています。自分が作りたい音楽は何か、その問いに今も静かに向き合い続けています。絵描きがスケッチブックに線を描くように音楽にもスケッチがあります。私は10代の頃から音のスケッチや日記を残してきました。音のスケッチっていうのは形のない風景を音で写し取るような作業なんですけど、今日の空気の色とか今朝の風の手触りとかあの人の声の響きとか、そんな一瞬一瞬を音符の粒で記録したいんですよね。音の奥にその日の温度を残していきたいというか。今日お送りしたスケッチは先日子どもたちと古民家を探検に行った日のことです。ちょうど隣の畑では稲刈りが行われていて、黄金色の稲がね、風に揺れるたびざわざわと音を立てて私たちを包み込んでくれるような気がしました。その音を聞いた瞬間、なんかまるで昔の日本にタイムスリップしたような気がしました。土間とか畳、障子、いろり、井戸、そこにあったのはもう音のない静けさというよりかは人の暮らしの音で満たされた空間でしたね。きしむ床の音とか障子を開ける音とかお茶を注ぐ音とか、そこには確かに暮らしの音がありました。日本の音、色、香り、空気とか少しは伝わりましたでしょうか。私の音楽の中にはこうした日常の記憶が小さく息づいています。それは旅先で見た空の色だったり、雨の日のアスファルトの匂いだったり、猫の寝息だったり、それぞれ音になって少しずつ世界を形作っています。また機会があればね、音スケッチしていきたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。東京はまるで突然冬が訪れたかのように冷たい風が吹いてます。空気の粒がぎゅっと引き詰まって吐く息の白さに季節の変わり目を感じるくらいです。どうぞ皆様ご自愛ください。この季節もまた音とともに、それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。